今回の動画は K170 標準 ESC の作動テストです。世界中の K170 動画を拝見しても、この ESC に疑問を持っている方がいないので、私の ESC だけの問題だと思いますが、とても癖のある ESC なので動画にしてみました。最初から K170 に K110 の ESC を使う予定でしたから、この純正 ESC を深く理解していなかったので、徹底的にテストしてみました。FET やコントローラー IC はネットで検索しても見つかりませんでした。このタイプの FET は連続出力 3A、バースト 4A ほどです。FET は2個並列なので、ESC としては連続出力 6A、バースト 8A 程度です。ハンダ付けの状態を見ても、廉価版 ESC のようです。テストします。スロットルカーブは標準です。モーターは K110 後期型、受信機ボードも K110。バッテリーはハイボルテージです。こんな感じです。モーターの回転が失速すると、ホバリングで機体が急降下。ハードランディングになります。K170 なら脚が折れる可能性がありますね。スロットルレスポンスも良くないです。全くスティック操作についてきません。スロットルレンジ設定をしてみましょう。まずは K110 受信機ボードのスロットルレンジ設定と同じ手順で試します。ダメです。設定モードに入りません。一般的な ESC の設定方法を試しました。ダメです。スロットルレンジは変わりません。T-REX150 の MRS レシーバーでも試しました。ダメです。全く動きません。一般的な ESC の設定方法を試しました。ダメです。全く動きません。普通の受信機もダメです。全く動きません。設定モードにも入りませんね。ケーブ位置や回転数を計測する簡易メーターを試してみました。
この2セルは補助電源です。モーターを回すバッテリーはハイボルテージバッテリーです。お、これは回りますね。バッテリーは先ほどのテストに使ったものですから、電圧が下がっていますので、回転数は下がっています。やはりスロットルが半分ぐらいでモーターが全開になるようです。セルメーターでも試してみました。1020マイクロ秒付近でスタートしました。1600マイクロ秒付近で最高回転数のようです。このテストで分かったことを踏まえて、プロポの設定を変えてみましょう。スロットルのエンドポイントを下げて、スロットルレンジをプロポで調整しました。スロットルレスポンスはよくありませんが、モーターの回転失速はなくなりました。これなら使えますね。スロットルレスポンスが良くないのは、ヘリコプターにはそれほど影響がないと思います。特に K110 に使う場合は、すぐにアイドルアップに入れますしね。スロットルカーブでも、スロットルレンジを狭くできます。こちらの方が、スティック半分から上の回転制御が少し良い感じです。ということで、ツンデレタイプの ESC ですが、K110 の受信機ボードに使えそうです。他社の受信機に使えないのは、私のものが不良か、そういう仕様だと思います。部品として購入して、他の機体に使う場合は注意が必要かもしれません。次は、K110S に搭載して、あんなことやこんなことをやっちゃいたいと思います。